今日はポリポリきゅうり漬けを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、ポリポリきゅうり漬けを作っていきたいと思います。きゅうりを切って漬け込むだけなのですごく簡単に作れるレシピです。さらに今回はですね、きゅうりの食感がポリポリになってきゅうりの皮の色も鮮やかになる方法をご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。きゅうり、長ネギ、生姜、にんにく、唐辛子、お醤油、お酒、お砂糖、お酢、鶏ガラスープの素、ごま油、白ごま。今回はこちらの材料で作っていきます。まずきゅうりなんですが、今回2本分ですね、使っていきます。そして今回きゅうり以外に長ネギを使っていきます。あとは薬味として生姜とニンニクを加えます。今回生のものを使っていきますが、もしない場合はチューブのおろしタイプでも OK です。ただ生のニンニクと生姜の方が香り高くてさらに食感も楽しめるので、生のものを使っていただくのがおすすめです。そしてその他の材料ですね、こちらはとてもベーシックなもので作っていきます。お酒に関しましては、こちらは塩分の入っていない清酒を使うようにしてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめに漬けだれから作ります。お鍋の中にお酒、そしてお砂糖、あとは鶏ガラスープの素を入れてください。そして火にかけます。火加減は中火です。一度このまま沸騰させてください。時折混ぜましょう。お醤油に関しましては結構ね、沸騰させてしまうと風味が変わってしまいますので、後から加えていきます。お酢に関しましても沸騰させすぎると酸味がね、結構飛んでしまいますので、後から加えて加熱していきます。最初にね、このようにお酒のアルコールを飛ばしていきましょう。もしね、清酒がない場合はこちらはお水でも OK です。お水の場合も必ず沸騰させてください。このようにクツクツ沸騰したら30秒ぐらいですね、このまま加熱してアルコールを飛ばします。30秒ぐらい経ったらここにお醤油とあとはお酢を加えます。そしてよく混ぜて沸騰直前まで加熱していきます。鍋肌がね、ふつふつしてくるぐらいまで加熱してください。はい、このぐらいですね。そしたら火を止めます。漬けだれはこれで OK です。こちらはこのまま使うまで粗熱を取っておいてください。それでは続いて長ネギを切っていきます。長ネギはね、みじん切りにしてください。こちらをやりやすい方法でやってください。このように縦にね、切り込みを入れて、あとはこちらを束ねて、そして細かく切っていきます。長ネギはこのように細かく切ってください。それでは続いて生姜ですね。こちらはまず皮を剥きます。はい、そして同様にこちらもみじん切りにしてください。はい、このようにみじん切りにします。それでは続いてニンニクです。こちらは縦半分にまず切ってください。そして続いてこちらのニンニクの芽を取り除きます。こちらはえぐみの原因になるので必ずね、取り除いてください。そしてニンニクも同様にみじん切りにしていきましょう。はい、これで OK です。こちらもね、生姜の器に入れておいてください。それでは続いて唐辛子ですね。こちらはまず半分に切ります。そして種を取り除いてください。あとはね、こちらをキッチンバサミで輪切りにしていきましょう。スーパーとかにはね、もう輪切りになってるのも売ってますので、そちらを使っていただいても OK です。あとね、辛いのが苦手だなという場合は、この唐辛子は抜いていただいても大丈夫です。唐辛子はこれで OK です。それでは続いてきゅうりですね。きゅうりはですね、まずきゅうりのアク抜きをしていきます。このようにね、きゅうり漬けとかにする場合はこちらの今からやる方法でアク抜きしていただくときゅうりのえぐみがなくなってとても美味しく仕上がります。まずですね、こちら表面がつるっとしてる方と、あとはボコボコしてる方があると思います。こちらがつるとつながってる方ですね。このつるとつながってる方の先端を 1.5 センチぐらいですね、切り落とします。
そしたらあとはね、切り口同士をこすり合わせます。そうするとちょっとね、白っぽい泡が出てくるの分かりますかね。この泡がね、出てこなくなるぐらいですね。だいたい30秒から1分ぐらいですね、こすり合わせてみてください。この白っぽいのがね、きゅうりのえぐみの元となります。こうやってこすっていくとね、どんどん取れてきます。このように白っぽい泡が出てきます。これをね、やり続けて、もうあんまり出てこなくなったなと思ったら OK です。そしたらこちらを一度拭き取ります。こんな感じです。そしたらもう一方もね、同じように行っていきます。きゅうりのね、アク抜きはこれで OK です。そしたらですね、反対側の先端も切り落とします。切り落としたら、あとはね、乱切りにしていきます。このように包丁を斜めに入れて、食べやすい一口サイズになるように切ってください。はい、こんな感じです。こちら側も同じように乱切りにしていきます。はい、このように切ってください。そしたらですね、今からこちらのきゅうりを軽く湯通しします。そうすることで、このね、きゅうりの色味も鮮やかになって、さらにこのきゅうりのね、ポリポリ食感がアップします。それでは湯通ししていきます。それではお鍋にお水を張ります。そして一度沸騰させましょう。はい、沸騰しました。沸騰したらここにきゅうりを入れます。一度にね、全部入れてください。そしてこのまま30秒ですね、湯通しします。あんまり茹ですぎるときゅうりのパリッと食感が軽減してしまいますので、30秒を目安に湯通ししてください。きゅうりを入れてから30秒で OK です。だんだんね、このきゅうりの皮の色味も鮮やかになってくると思います。はい、で30秒ぐらい経ったら取り出します。こうやってね、湯通し一度していただくと、きゅうりのえぐみもね、取り除くことができます。このようにざるにあけてください。それでは漬け込んでいきます。まずこういったジップ袋または保存容器を用意してください。この中にきゅうりを入れます。続いてここに長ネギ、あとは生姜とニンニク、そして白ごまと、あとは唐辛子、そしてごま油、あとはこちら粗熱を取った漬け汁を入れてください。そして一度よくなじませましょう。よくなじませたら空気を抜いてください。空気を抜く時なんですが、ちょっと大きめのボウルにお水を張って袋ごと入れます。そして沈めると空気が抜けるので、空気をしっかり抜いた状態で口を閉じます。はい、OK です。このようにね、ピタッとなるように空気を抜いてください。そしたら袋を拭いて、そしてこちらをバットなどに置いて、このまま1時間漬け込んでください。時折ね、裏表逆にしていただくと全体がしっかり浸かると思います。気づいた時で大丈夫なのでやってみてください。それでは冷蔵庫で漬け込んでいきます。はい、1時間経ちました。このようにね、しっかり味が馴染んでます。あとはね、味見をしてお好みの味付け具合になったら召し上がってください。だいたい1時間ぐらいからね、美味しく召し上がっていただけると思います。はい、これでポリポリきゅうり漬けの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにね、しっかり味も染みて美味しそうに仕上がってます。一度ね、湯通ししたことできゅうりの皮の彩りも鮮やかで綺麗な仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。味もしっかり染みててすごく美味しいです。そしてきゅうりの食感がポリポリです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のきゅうりのポリポリ漬けのポイントです。まずきゅうりのアク抜きの方法なんですが、こちらをですね、きゅうりのつるがついてた方ですね、そちら側の先端を切り落として、そして切り口同士をくるくるこすり合わせてください。そうすると白っぽい泡のようなものが出てきます。こちらがアクになりますので、あんまり出てこなくなるぐらいまで、だいたい30秒から1分ぐらいですね、こすり合わせてみてください。そうすることできゅうりのえぐみがなくなって、とても美味しい仕上がりになります。そして切
り方はね、今回乱切りにしてます。乱切りにすると切り口の面が多くなるので、その分味が染み込みやすくなります。そして切ったきゅうりに関しましては、一度軽く湯通ししてみてください。そうすることできゅうりのポリポリ食感が良くなるのと、あとはですね、きゅうりの皮の色味も鮮やかになります。あんまりね、ここでね、加熱しすぎるとポリポリ食感が逆に軽減してしまいますので、湯通しのしすぎには注意していただけたらと思います。そして漬けだれなんですが、こちらはですね、一番初めに作って、その後使うまで粗熱を取っておいてください。こちらを熱々の状態できゅうりにかけてしまうと、きゅうりにどんどんね、火が通ってしまいますので、粗熱を取ってから使うようにしてください。あとはですね、もう漬け込むだけなので簡単です。漬け込む時に関しましては、最初からね、こういった容器で漬け込んでいただいてもいいですし、今回私がやったようにジップ袋を使っていただいても OK です。ただですね、ジップ袋を使ってしっかり空気を抜くことで、漬けだれがしっかりね、きゅうりに密着するので、ムラなくきちんと漬け込むことができます。今回はね、ジップ袋を使ったんですが、こちらはポリ袋を使っていただいてももちろん OK です。あとはですね、だいたい1時間ぐらいからですね、美味しく召し上がっていただけると思いますので、こちらの漬け込み時間は調整してみてください。そして今回ね、唐辛子も加えてますが、ちょっと辛いのが苦手だったり、あとはお子様が召し上がる場合はね、抜いていただいても OK です。ただ長ネギとかも入っているので、どちらかというとね、大人向けなね、一品かなと思います。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はポリポリきゅうり漬けを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。